ほー、米粉パン講師の奇跡です。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは米粉パンに関するいろんな情報を楽しくお届けしています。今回はクランベリーとクリームチーズの米粉パンの作り方をご紹介していきます。このパン実は小麦パン教室をしていた頃にも大人気だったパンです。それをちょっと今回は米粉でアレンジしてみました。もうクランベリーとクリームチーズの組み合わせって間違いないやんっていう美味しさだと思いますので、ぜひ皆さんお試しください。成形も難しそうに見えて全然そんなことないので、ぜひ一緒に作っていきましょう。では早速スタート。では材料のご紹介をしていきます。ここでは簡単にご紹介していきますので、詳しいポイントなどを知りたい方はこちらの動画をチェックしてみてください。まずはパン用米粉みずほちからです。こちらの米粉はすごく膨らみやすくて美味しいパンが仕上がります。米粉によって吸水率など異なってきますので、同じレシピで作られる場合はこちらの米粉をご準備ください。次に片栗粉、お砂糖、塩、油に関してはご自宅にあるもので大丈夫です。油は液体の油をご準備ください。お塩ですが、生成塩などは塩辛くなりやすいので、海塩などと書いてあるものがおすすめです。次は大箱です。こちらを入れることでパンがまとまって成形ができるような状態になります。もっと少量のものなども概要欄に載せておりますのでチェックしてみてください。次はドライイーストです。パンを膨らませるための酵母です。こちらは金沙布と呼ばれる種類のものになります。他のドライイーストでももちろん代用いただけますが、少し発酵時間を5分ほど伸ばしてあげたりとか調整をしながら進めてみてください。そしてお水です。お水は基本的に常温のお水で大丈夫ですが、夏はかなり発酵が進みやすいので30分ぐらい冷蔵庫で冷やした冷水を使っていくのがおすすめです。冬は逆に水温がすごく下がりますので、30度ぐらいに温めたものを使っていただくのがおすすめです。今回はクランベリーとクリームチーズのパンということで、クランベリー40から 50g お好みの量を入れてください。そしてクリームチーズ 60g 使っていきます。はい、材料は以上になります。はい、ではまず生地を作る前にクランベリーの湯通しからしていきます。クランベリーに限らずドライフルーツを使う場合は必ず湯通しという作業を先にしておいてください。湯通しをしないでパン生地に入れてしまうと、パンの生地の水分をドライフルーツが吸ってしまったりとかして、焼き上がったパンがちょっとパサパサになっちゃったりとか硬くなりやすかったりしますので、それを防ぐためにしていきます。で、湯通しはこんな感じでザルの上から熱湯をかけていただいて、もうすぐに水気を切ってもらってボウルのお水も捨てます。ザルなのでしっかり水気を切ってペーパータオルなどで拭き取ってそのまま冷ましておきます。熱いままパン生地に入れるとちょっと生地が傷んでしまったりしますので、必ずパン作り始める前にこの作業をやってください。はい、これで準備 OK です。結構今回私使うやつのサイズが大きいんですが、こんな感じで大きい場合は少し半分ぐらいにカットして小さめにしておいてあげると、いろんなところにベリーが入って美味しいかと思います。こんな感じで少し小さいサイズにしておきます。では計量していきます。はかりの上にボウルを乗せたら0にします。まずは米粉、パン用米粉みずほちから 150g 入れます。次に片栗粉 15g 入れます。またはかりを0にしたら 15g 入れます。大箱 3g、 お砂糖 15g、 お塩 3g。 これで粉類すべて計量できました。あとはお水 150g と油 6g 別の容器に計量しておきます。では生地作り始めていきます。まずはホイッパーで30秒ほど材料がムラなく混ざるまでしっかりとぐるぐるかき混ぜていきます。ボウルの底に粉類沈殿しやすいので、たまに傾けながらやってあげると早く混ざります。全体がしっかりと混ざれば完了になります。ではまたはかりの上にボウルを乗せたらお水を入れていきます。一応計量しているものの、もう一度測りながら入れると安心です。 150g 入れてください。
お水を入れたらスケッパーのカーブの方を下にして 2,3 回大きくかき混ぜます。途中で油 6g 入れます。油も入れたらスケッパーで混ぜていきます。まずは粉類を少しずつ落としながらそろっと混ぜていきます。粉と水が合わさってきたらこんな感じでちょっととろっとしてくるんですけれども、若干ダマのようなものがあるのでダマを潰すイメージでボウルの側面にすりつけてもらって、とにかく広げて混ぜていきます。最初はすっごい柔らかい生地なんですけど、大箱っていうのがお水をどんどん吸ってくれるのでだんだんと固まってきます。はい、混ぜ続けるとこんな感じでボウルからつるんと剥がれやすい生地になってきました。でスケッパーにもつきにくくなってきています。最終的な状態としては生地を広げてチェックした時に材料の混ざりムラがないっていうことと、あとは生地を真ん中に一つに集めて柔らかさを確認していきます。何もついていない生地とかがついていない指でペタペタ表面触ります。軽く触るとくっつかない生地です。ただギューッと握るとべちゃっとくっつくような生地になっているかと思います。もしペタペタ表面触った時にべちゃってくっついてくるような柔らかい生地であれば米粉を 3g ずつ足してあげてください。で逆にギュッて握った時に全然指にくっつかないような生地だったらもう少し柔らかくしていきたいのでお水を 3g ずつ足してみてください。はい、ではこの状態になったらクランベリーを入れていきます。クランベリー入れたらもう一度スケッパーを使ってちょっと全体に広げていくようなイメージでなじませます。はい、では全体に混ざったらこの状態で一次発酵していきます。乾燥防止の霧吹きを全体に1回2回ぐらいかけていただいて上からラップなどかぶせて発酵していきます。夏は40度で7分、冬は40度で12分発酵していきます。春や秋頃は40度10分で進めてみてください。では一次発酵中に 12cm×12cm の正方形のサイズにクッキングシートを1枚カットしていきます。だいたいスケッパーの長い方の長さが 12cm なのでここに合わせて切ります。でこっち側からもサイズを合わせてハサミでカットします。大体で大丈夫です。これ余ったやつはまた使ってください。で1枚だけ準備しておくんですが、これが後で成形する時にすごく便利になります。あとは今回クリームチーズ 60g 使用していきます。1センチ角のサイコロ状になるようにカットしていきます。クリームチーズは包丁で切っていただいてもいいですし、スケッパーでもカットできます。だいたい私はこんな感じの正方形のサイズだったら6等分にしています。はい、ではこんな感じでカットしました。今回4つクリームチーズ使ったので24個できている状態です。今回パンは6等分にしていくのでだいたい6個に分けといてください。こんな感じで4つずつに分かれました。はい、では一次発酵終了しました。この後生地触っていくので手が汚れる前にクッキングシートを引いておきましょう。では生地取り出していきます。ちょっとスケッパーにクリームチーズついてる場合はティッシュなどで拭き取ってから使用してください。で結構手にくっつきやすいので液体の油を手に塗りながら成形していきます。ではパンを6等分にしていくので光の上にボウルを乗せて0にします。で一度取り出した生地もう1回乗せます。全体の重さを測って割る6をします。では1個あたりの重さが出たのでその重さになるように分割していきます。手に薄く油を塗りながら生地を触っていきます。じゃあスケッパーのこの長い方を使いながら生地を切って乗せてその重さになるように合わせていきます。でその重さになりましたらこんな感じで継ぎ足した生地はパン生地の裏側に入れといていただくと表面つるんとした状態で綺麗になるので丸めやすいです。でクランベリーの量がすごく差があると味のしないパンも出来上がっちゃったりするのであとクランベリーの多さも
チェックしながらやっていってください。はい、では分割できたので生地を丸めていきます。もう一度手に油を塗っていただいたら、お団子を丸めるような感じでコロコロコロっと転がしていきます。これはもう形がまん丸になれば OK です。では少し山なりにした状態でコロコロコロっとお団子を丸めるようなイメージで手を縮めてコロコロ転がします。こんな感じで丸になったら完成です。どんどん丸めていきます。完全に飛び出てるものがあれば、それはちょっと裏側とかにグッと押し込んどいてあげてください。はい、では丸めたので、さっき用意したこのクッキングシートを使います。クッキングシートの上にパン生地をひっくり返してのせます。そしたら手のひら使ったりとか、指の腹を使いながらだいたい10センチぐらいの円になるように伸ばしていきます。さっき用意したクッキングシート12センチなので、左右上下1センチずつ余白が空くぐらいのイメージです。でこんな感じで広げられたら、用意しておいたクリームチーズを真ん中にのせます。こんな感じ。生地と生地対角線上にギュッとクッキングシートごとくっつけていきます。こっちもギュッと。で他のこの角の部分もギュッと真ん中にどんどん集めていきます。でこの集まってきた閉じ目のところは指で軽くつまんで閉じておきます。そしたら表の綺麗な面に向けて最後手で丸に形を整えて完成です。はい、では成形全部できました。こんな感じで間隔を空けて並べています。この後二次発酵していくんですが、二次発酵が終わると大きく3つ変化してきます。まずはサイズが一回りぐらい大きくなってきます。だいたい 1.2 倍ぐらいです。あとは表面ですね。表面今つるんとしてる状態から発酵が終わるとザラッとした表面になってきたりとか、あとはちっちゃいプツプツプツっていう気泡がいくつかできてきます。気泡がだいたい5個以上ぐらいできてきたら発酵終了になります。夏はこのまま室温で7分ほど置いておきます。冬は発酵が進みにくいので、まずは40度で5分発酵させた後、室温に取り出してきて10分ぐらいから様子を見ながら追加していきます。でパンを室温で置いてる間にオーブンを200度に予熱スタートしてください。では二次発酵していきますので、全体に霧吹きをかけていきます。上からラップなどかぶせていきます。はい、ではこれで乾燥を防いだら二次発酵していきます。近づけて見てみると、こんな感じで生地の表面も全体的にザラッとシワっぽくなってきていて、で気泡もいくつかプツプツプツと見られるような状態です。で全部にそういうのが見られなくても、6個のうち2つぐらい同じような感じで表面の変化だったりが出てきていれば焼いていただいて OK です。はい、では二次発酵終了したら、まずはパン表面全体に油を塗っていきます。油はオーブンの風による乾燥対策と、あとは表面カリッと香ばしく仕上げるために塗っていきます。全体にこんな感じでツヤが出るぐらいたっぷりと塗ってください。はい、油こんな感じでテリッとツヤが出るまで塗れましたので、ハサミで切り込みを入れていきます。十字に切り込み入れるんですけれど、まずは縦に 3,4 センチぐらいの幅でスパッと切ります。縦に切ったら、そこの切ったところの中心から左半分右半分っていう感じで十字になるように切り込みを入れていきます。まずは縦に 3,4 センチぐらいの長さでカットで、真ん中のところにちょっとハサミ、この切ったところにハサミを入れて、ハサミちょっと寝かせてあげながら左右どちらもカットします。はい、切り込みはこんな感じになっております。寝かせてハサミで切っているので、とんがった感じではなく、もう本当に十字の切り込みが入っているような感じです。で
では最後にメープルや蜂蜜お好みで真ん中のこの切り込みの部分に少し垂らしていきます。好みの量でいいんですが、本当にさらっとかける感じなイメージです。これをするとすごく甘じょっぱくて美味しくなります。よいしょ。ちょっとね、生地にこんな感じではみ出ちゃっても全然大丈夫なので気にせずかけていきましょう。200度に予熱したオーブンで15分から20分ほど焼き色がつくまで焼いていきます。焼き色がつきにくいオーブンの方は220度とか230度とかに温度を上げて焼いてみてください。はい、完成です。わー、美味しそう。クリームチーズもちょっと見えてたりして、クランベリーもね、見えてて可愛いですね。裏もしっかりこんがりと焼けてます。では粗熱を取っていきますので、こういった網棚の上に移動させて10分から15分ぐらい粗熱を取っていきます。はい、では10分15分経ったらこんな感じでラップにくるんで、さらにジップロックなどに入れておくと乾燥が防げて美味しい状態キープしやすいです。で、作った翌日のお昼以降に食べるパンに関してはやっぱり硬くなってしまうので、もう今日のうちに冷凍するのがおすすめです。では1個試食していきたいと思います。今ちょうどおやつの時間ぐらいやから最高いただきます。このクランベリーのだけやったらちょっと酸っぱいというか甘酸っぱい感じが前面に出てくるところがクリームチーズがあることでマイルドになってます。で、メープル垂らすとより甘い感じも加わってすごく美味しいです。本当におやつとかにもぴったりなのでぜひぜひ作ってみてください。はい、ということでもう美味しかったので撮影終わったらまた食べようと思うんですが、今日はクランベリーとクリームチーズのパンご紹介していきました。今後もいろんな情報を発信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録やいいねボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。